皆さんどうもこんにちは。前回、ファスト API とフロントエンドとをつないで、ウェブサイトを作ったと思うけど、今回は実際に公開して、世界中の人からアクセスできるようにしたいと思うよ。おお、今までは自分のパソコン上でのみ動いてたけど、ついに世界デビューってことか。サーバーに置いて、公開することをデプロイと言うんだけど、チュートリアルにも紹介があるよ。まずは大事なところだと、ファスト API は頻繁に新機能の開発が行われているよ。以前使えた機能が大幅に仕様が変わることもあるよ。だから、まだバージョンは 1.0.0 じゃなく、0.x10x だね。これの何が関係するかというと、サーバーにもファスト API をインストールする必要があるんだけど、開発環境とバージョンがずれちゃうと、サーバーに開発したソースを上げても動かない可能性があるよ。頻繁に新機能や不具合を修正してくれるのは嬉しいけど、そういう弊害もあるんだな。requirements.txt はサーバーにインストールするライブラリを記載するためのファイルなんだけど、このファイルにはライブラリ名だけじゃなくバージョンも記載できるよ。ここに自分の開発環境で使用しているバージョンを記載すれば開発環境と同じにしてくれるよ。こんな便利な機能を用意してくれるなんて、ちゃんと考えられているんだな。デプロイするサーバーだけど、ベタにしようかなと最初は思ったんだけど、ドキュメントを読んでたら SQL が使えないっぽいんだよね。だから、チュートリアルには載ってなかったけど、ヘロクにデプロイしようと思うよ。ヘロクっていうのもデプロイできるサーバーなのか？そうだね。有料もあるけど、個人で開発する程度なら無料で使えるよ。ヘロクなんだけど、DB はポストグレ SQL を使うよ。ソースコードはそこを修正すれば良さそうだね。ここから先はあんまり録画してなくて、手順だけ簡単に説明するよ。やらかしたな。まずはヘロクに新規登録してアカウント作成し、APP を作成するよ。ヘロクは GitHub と連携できて、特定のブランチにプッシュされるたびにサーバーのソースコードを更新してくれるよ。それはすごい便利だな。自分でアップロードしたりしなくていいのか。普通はマスターとかにすることが多いけど、今回はヘロクブランチを作成したから、ヘロクブランチと紐付けするよ。次に自分の PC からヘロクを操作するために、コマンドラインインターフェース、CLI をインストールするよ。本当はインストーラやホームブリューからインストールすればよかったんだけど、間違えてスタンドアローンの方法でインストールしてるよ。コマンドは CAR https://cli-assets.heroku.com/install.sh パイプ sh だね。良い子はインストーラからインストールするんだぞ。レイムの真似はするなよ。次にヘロクにログインするよ。コマンドはヘロクログインだね。ログインできたら、ポストグレ SQL を作成するよ。コマンドは、ヘロクアドオンズクリエイトヘロクポストグレ SQL ホビーデブだね。次にちゃんとポストグレ SQL が作成できたか確認するよ。コマンドは、ヘロク pginfo-a app 名だね。なんか情報が出てきたぞ。作成できてるっぽいな。作成できたことを確認したら、次にポストグレ SQL の URL を確認するよ。コマンドは、ヘロク config-a app 名だね。URL が出てきたな。でもなんでモザイクにしてるんだ？他の人からもアクセスできちゃうからだよ。実際に誰かに使ってもらうサイトじゃないから、別に問題ないんだけど。一応本番を想定して、見せないようにしているよ。次に、さっきの URL をヘロクの環境変数に設定するよ。コマンドは、ヘロク config-set 環境変数名=URL だね。環境変数っていうのはなんだぜ？どうして環境変数に設定するんだ？環境変数はパソコンが持つ変数だよ。環境変数に設定することによって、ソースコードに直接 URL を書かなくてよくなるよ。ポストグレ SQL の URL やパスワードなど、知られたら困るものを、ソースコードに書かないといけない時に使うよ。ソースコードに直接書いちゃって、万が一 GitHub なんかに公開しちゃったら、世界中の人が使えちゃうからね。
有名なのだと、AWS のシークレットキーを GitHub で公開しちゃって、何百万も請求が来たってこともあるからね。それは恐ろしいな。絶対に変えちゃいけないな。環境変数に設定、絶対。次に、別に設定しなくてもいいんだけど、サーバーの時間を日本時間に変更するよ。まずは現在の時間を確認するよ。ヘロク、ラン、バッシュ、APP 名を実行して、ヘロクの中に入るよ。ヘロクの中に入れたら、デートで現在の時間を確認するよ。時間がずれているな。UTC っていうところの時間になっているのか？ UTC はタイムゾーンの協定時間だよ。イギリスぐらいのところだね。一旦、コントロールプラス D を押して、ヘロクから抜けるよ。時間を日本に合わせるよ。コマンドは、ヘロク、config tc =asia/東京-app 名だね。TC はタイムゾーンだな。東京に合わせてるな。設定できたら、もう一回時間を確認するよ。ヘロク、ラン、バッシュ、-app 名を実行して、ヘロクの中に入るよ。ヘロクの中に入れたら、デートで現在の時間を確認するよ。今度は時間が合ってるな。UTC から JST に変更されてるぜ。これでヘロク側の設定は終わりだよ。次は、こっちのウェブサイト側を修正するよ。すでに修正済みのソースコードを GitHub に上げているから、こっちで解説するよ。プロックファイルはヘロクが実行するコマンドを記載するよ。書き方はプロセスタイプ:コマンドだよ。コマンドがいつも使ってるユビコーンじゃなくてグニコーンになってるな。グニコーンってなんだぜ？グニコーンはユビコーンと似ていて、サーバーを立てることができるよ。ファスト API はユビコーンをメインのウェブサーバーとしているんだけど、複数起動ができないよ。そこでグニコーンを使うことによって、ユビコーンを複数起動するんだね。要は、こっちの方が本番向きってことだよ。なるほどな。こっちの方が複数のユビコーンで処理できるから、処理も早いってことだな。-W3 はワーカープロセス数を指定するところだね。本当は4とかの方が良かったと思うよ。何も考えず、ネットで調べて出てきたやつを丸々コピペして使ったから、書いた当時は全く意味を知らなかったよ。おい、ちゃんと調べて使えよな。-K ubicoon.workers.ubicoon worker は実行するワーカープロセスのタイプを記載するところだね。ここでユビコーンを指定することによって、グニコーンはユビコーンを実行と監視することができるよ。SQLapp.main app はいつもユビコーンで書いてたやつだね。実行する app を指定するよ。requirements.txt はインストールするライブラリ名とバージョンを記載するよ。インストールするライブラリは自分のパソコンで pip リストと入力して必要なライブラリ名とバージョンを記載したよ。サイコ PG は PostgreSQL を使用するのに必要なライブラリだね。SQL アルケミーが使うよ。こうやってみると、そんなに使ってるライブラリは多くないな。最後にソースコードを修正するよ。データベース .py だね。環境変数を使うために新しく OS モジュールをインポートするよ。次に URL を環境変数から取得してセットするよ。os.environ で環境変数を取得できるよ。SQL アルケミーデータベース URL はさっきヘロクに設定した環境変数だな。最後に、クリエイトエンジンの引数を削るよ。コネクトアーグスの値は SQLite でのみ使用するから、今回は不要だよ。修正点は以上だね。修正点は少ないな。これでヘロクにデプロイできたのか？そうだね。ヘロクブランチにプッシュしてるから、GitHub の変更を検知して、ヘロクも動いてるよ。早速動作確認をしていきたいところだけど、中身は前回と変わらないからね。ちょっとこの後に手を加えるよ。HTML ファイルに JavaScript が書いてあったり、テーブルの形線の情報が書いてあったりと、ファイルの分離ができてないからね。JavaScript と CSS をファイルに分離するよ。ついでに重複していて、まとめられる部分もまとめてみるよ。入出力を変えずに、ソースコードをきれいにすることをリファクタリングというよ。
下書きを清書するみたいなもんだな。そして、できたものがこちらです。料理番組みたいなことすんな。ブロックファイルのワーカープロセス数を3から4に変更したよ。ちゃんと調べた結果を反映してるな。偉い偉い。次に、requirements.txt に修正で使うようになった AIO ファイルズを追加だね。これは直接は使わないけど、FastAPI のライブラリが内部で使ってるよ。バックエンド側はmain.py だけ修正だよ。まずはスタテックファイルズをインポートするよ。次に、スタイルシーツと JavaScript フォルダをマウントするよ。スタテックファイルズとマウントってなんだぜ？スタテックファイルズは特定のディレクトリでファイルを提供するライブラリだよ。マウントは独立した別アプリを使えるようにするよ。第1引数はサブパスを指定するよ。第2引数は実際のフォルダの位置を指定するよ。第3引数は FastAPI 内で扱う時の名前を指定だね。よくわからないが、CSS ファイルと JavaScript ファイルを扱うためにいるってことだな。次にフロントで application.js を新規作成したよ。中身は今までの HTML に書いてあった関数を持ってきただけだね。application.css も新規作成したよ。テーブルの線だけだと味気ないから、H1 タグの文字色を緑にしたよ。次にテーブルタグと TD タグ、TH タグだね。ボーダーコラップスは線の境界を共有するかどうかを指定するよ。ボーダーは罫線だね。線の太さ、色、タイプを指定するよ。あとは文字と表の隙間がなくて見づらいからパディングで隙間を空けたよ。改善していく気持ちは感心するが、出力内容が変わっちゃってるぞ。リファクタリングじゃなくなってるな。まあ、結局そのままリファクタリングしても何も変わってないから変更が効いてるかわかりにくいし、気にしなくていいよ。効いてるの丸わかりだぞ。新規作成ファイルはあと一つ、application.html だよ。ここに共通する処理を記述するよ。ヘッドタグにウェブサイトのタイトルと先ほど作った CSS ファイルと JS ファイルを記載するよ。URL4 で第1引数に main.py のマウントに記載したフォルダ名、第2引数にファイル名を記載するよ。それ以外は普通の CSS ファイルと JS ファイルを HTML に読み込む時の書き方だよ。Python ファイルのインポートみたいなもんだな。あとはボディタグに別の HTML ファイルを読み込むための記述だね。ブロック名とエンドブロックを書くことによって、別ファイルの同ブロックをここに展開できるよ。あとは既存 HTML ファイルの修正だね。修正内容は全部同じだよ。extends application.html でベースとなるファイルを展開するよ。ブロック、ボディからブロック内に記述する処理を書くよ。中身は前のボディの中身と一緒だね。一番最後にエンドブロックを書いて終わりだね。なるほどな。こうすることによって、HTML ファイルも重複部分を一つにまとめられるってことだな。これでリファクタリングは終わりだね。ヘロクブランチに更新したから、ヘロクサーバーにも自動でアップロードされているよ。これでようやく動作確認だね。画面更新するよ。インデックスが緑色になっているな。それに表の線も一つだけになっているし、表とデータの間も空いてて見やすくなってるな。ちゃんと修正結果が反映されているね。早速動かしていくけど、内容は前回と一緒だよ。まずは Get Users の送信ボタンを押すよ。パラメータはそのままで大丈夫だね。ちゃんと画面遷移できたな。こっちも CSS の設定が反映されてるな。ポストユーザーズからユーザーを作成するよ。私とマリサの2人の作成だね。送信後にユーザーインデックスにユーザーが追加されてるぜ。分離した JS ファイルの関数がしっかり動いているな。次にポストアイテムズからアイテムを作成するよ。タイトルとディスクリプションを適当に入れて作成するよ。こっちも送信後にアイテムインデックスにアイテムが追加されてるぜ。ページを戻って、今度は Get ユーザーに移るよ。ローカルの時と同じで、レイムの情報だけが表示されてるな。
ボスとアイテムズにユーザー ID が表示されてないのも同じだな。ボスとアイテムズからまたアイテムを作成するよ。ローカルの時と同じく、ユーザー ID を打っていないけど、オーナー ID が正しく入ってるな。次はマリサで同じことしてみるよ。ID を2にして、送信ボタンをクリック。ボスとアイテムズからアイテムを作成するよ。こっちもオーナー ID が正しく2が入ってるな。最後はゲットアイテムズだよ。こっちもデフォルトのまま送信ボタンをクリックするよ。ここからまた適当にアイテムを追加して正しく追加できるか確認するよ。全く同じ JS ファイルの関数だから当然こっちも正しく動いているな。今回はここまでだよ。どうだったかな？サーバーにアップロードするのがこんなに簡単だとは思わなかったぜ。GitHub のブランチを更新するだけで済むのはありがたいな。あとは CSS や JavaScript を別ファイルにまとめて使えるのもいいな。HTML ファイルが見やすくなったぜ。そうだね。同じ関数を参照しているから、同じ動きをすることを保証されているのもありがたいところだよ。コピペしてても、別関数だからね。どこか違うかもって不安はつきまとうよ。それに修正も簡単だよ。一つ修正したら、他の箇所も修正内容が反映されるからね。なるほどな。元のままだったら複数箇所に修正を反映させないといけないな。今回はここまでだよ。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。